こんにちは、アドブローです。今回はダンロップの新型 CX400 ツアーをインプレしていきます。新型の変更点とかコンセプトについては前回の動画で解説していますので、まだ見てないよっていう人は概要欄の URL からチェックをしていただければと思います。言うてもですね、すでに何本も、いろんなチャンネルから公開はされていますので、スペックに関してはもう知ってるよっていう人が大半かなと思いますので、今回の動画では細かいところは、割愛させていただきたいなとは思っております。一応ですね、ざっくりこの CX400 ツアーのおさらいだけしていくとですね、2021年モデル、前作で、初めて追加されたスペックで、今回初めて、モデルチェンジが行われるという形になります。いわゆる黄金スペックと同じ面100、重さが 300g、バランスが320のラケットなんですけれども、フレームの厚みが 23mm のフラットで、なおかつ断面形状がボックスっていうところで、それがかなりうまくマーケットにフィットしたというか刺さったラケットだなと思うんですね。当時を振り返ると、そういうラケットってありそうで、いやでも意外となかったよな、みたいな感じだったと思うんですよね。で、結果として、このチャンネルの独自集計の、ラケットオブザイヤーの投票で、V コアプロシリーズと並んで、その年の1位の、得票数を得るということになりました。当然その CX の今までの歴史であったりとか培ってきた人気とかっていうのは背景にあるとは思うんですが、一方でやっぱりこの CX400 ツアーがプラスされたっていうのは、1位に輝く原動力、大きな原動力だったんじゃないかなと思います。で、今回の動画ではいよいよ、実際に打ってみてどうだったのか、打球感とか性能とかっていうところ、そういった感想をお話しさせていただきます。で、現行使ってた人で、新型に対してすごく期待をしている人多いと思います。で、一方で、どう進化したのか、むしろ現行からよりよくできてるのかいみたいな、そういう心配している人もいると思うんですね。で、今回デモに当選をしまして、一応 PR の一環としてインプレするという形にはなってますけれども、感想に関してはいつも通り正直にお話しさせていただいておりますので、ぜひぜひ、現行使っている人もそうですし、乗り換えを検討しているという人も、ぜひ参考にしていただけたらと思います。で、先に言うとですね、新型、ファーストインプレッションとしては悪くはないんだけど、でも現行よりめっちゃいいかって聞かれると、いやどうなんだろうというちょっとね難しいラインというか、結構辛口な評価に今回なるかもしれないんですが、ぜひぜひ最後まで一緒にお付き合いいただければ幸いです。それではやっていきましょう。はい。では、まず打球感に関してなんですけれども、今回ストリングはアイコニックオールの 1.25、45ポンドで貼ったものを使っております。で、前回の CX400 ツアー、インプレに関してはですね、アイコニックオールの 1.30 だったので、ゲージだけが違うという感じになっております。アイコニックオール自体はナイロンマルチで、すっきりシャープにボールを飛ばしてくれるっていう感じなんですけれども、このセッティングで打った限りではですね、この新しい CX400 ツアーの打球感は前作よりわずかに柔らかいかな、どうかなっていうようなレベルかなと思います。厳密に比べたわけじゃないですし、あくまでも、自分の記憶の中のその現行と比較して、どうなのかっていう感じにはなってしまうんですけれども、しなりが大きくなったとかっていう感じはしないかなと思います。トータルで見るとあんまり大きな差は新旧で、そんなにないかなと思います。ただ僕の感覚的な話をすると、新型の方がより自然なフィーリングというか、よりフレームが自然な動きをしてくれる、働きをしてくれるというような感じがしました。で、さっきも言った通り、すごい柔らかいとかっていうわけではないと思います。もちろん柔らかい方の部類には入るとは思うんですけどね、打球感としては。ただ、カタログ値を見ても、前作 RH が67で、今回が68で、ほぼ変わってない。なんならちょっと上がってるというぐらいなわけなんですよね。なので、そこだけ見ると硬くなってんのかな、どうなのかなっていうふうに思う人もいるかなとは思うんですが、一方でボックスの断面形状が変わったことで、しなりとかたわみとかねじれ、いろんな変形の仕方があると思うんですけれども、そういったのが全体的にバランスよく自然に起こってるなっ
っていう風に僕は感じました。なので綺麗に打てれば当然気持ちよく打てるし、外せば、若干パワーロスする感覚もあるし、でも実際に打ってる感触としては全体的にマイルドで、手応えも軽めっていうところで、でなおかつこう手に伝わってくる情報量っていうのはしっかりあるしっていう感じなんですよね。で、現行モデルに関しては個人的なシナリオはあるんだけれども、それ以外の変形って割と抑えられてるイメージだったんですね。はい。なんかこうねじれたりとか、たわんだりとかっていうのはあんまり大きくないイメージだったので、その感触を生かして割とこう、カチッと直線的に速いボールを飛ばしやすいっていうような印象だったんですが、新型の方がもう少しこう掴んでから飛ばすとか、乗せて運ぶっていうのもしやすくなって、なんかこうやっぱり断面形状の変化ですね。2021年モデルはちょっと台形に近い形だったのが、ちょっとこうしっかり感につながっていて、逆に新型に関しては自然なボックス形状になったことで、使い心地としてももう本当にいわゆるボックス系ってこうだよねっていうのに近づいたのかなと思います。なのでそのボックスらしい使い心地が欲しいよっていう人であれば、新型の方が、期待していいんじゃないかなとは思います。はい。で、フレームの挙動とかその変形の仕方としては結構新旧で違うのかなとは思うものの、全体的なフィーリング、使い心地としては決してそのめちゃめちゃ違うっていうほどではないと思います。なのでスイッチはねしやすいかなと思いますね。で、一応別のラケットですね、ピアストのチームと E-ZONE の 98L と比較をしてみました。で、ストリングは違うんですが、一応どれもナイロンを貼ってあって、で、もちろん比較する2本に関してはもう何回も打ってるので、いろんなセッティングで打ってるので、そういったのとも照らし合わせるとですね、CX400 ツアーが一番癖は少ない気がしました。で、ピアストは、明らかにガチッとしていて、これをボックス系のフィーリングかっていうと違うなとは思う感じだったんですね。で、E-ZONE の 98L になると、なんか意外とミュートされた感じの、打球感だなという気がしました。これは良くも悪くもだとは思うんですが、CX ほどはこう手に伝わる情報量、その細かい情報、外したいいところで打てたっていうのはそこまで鮮明じゃない気はしました。あんまりクリアじゃない気はしましたね。はい。なので CX が一番こうボックスらしく、そして癖が少ないというところかなと思います。で、いろんなラケットをインプレさせていただきましたけれども、最近言った中で割と近しいフィーリングかなと思ったのは、アルテンゴの TR960 コントロールツアーですね。程よくしなやかで、こうボックス系らしいんですけど、あんまりこうギュッとした、重みのある打球感ではなく、軽やかさも感じられるボックスっていうところで、比較的似たテイストかなと思います。次に性能についてお話をしていきたいなと思います。で、まずボールの飛びなんですけれども、前作より明らかにこうパワフルに飛ぶよとかは感じなかったです。飛距離自体はほぼ同等なんじゃないかなとは思うんですけれども、ちょっとその9位とかっていう切り口になると僕は若干マイナスなんじゃないかなというふうに感じました。で、ストリングが今回アイコニックオールの 1.25 なので、弾きが割といいっていうのもあって、ボレーとかライジングのストロークとかはめっちゃ助けてくれるんですけれども、一方でこう、ボックスらしさ、ボールが乗ってから飛ばすっていうのを生かすという意味では、特にストロークとかね、乗ってほしい人多いと思うんですけれども、ちょっとこう、球離れが速い。もう少し打ち応えがあってもいいかなというような感じでした。ちょっと威力がね、乗り切る前に出ちゃう感じはしましたね。はい。で、ポリ系に張り替えてまたインプレはしていこうかなと思ってます。はい。で、現行の方がどっちかというと直線的に速いのは打ちやすい。で、新型の方が少しこう、押したりとか乗せて運ぶとかっていうのは感覚的になんですけど、できるのかなどうかなみたいな感じでした。9位だけ優先するんであれば現時点ではまだ現行の方がいいかもしれないというような気がしましたね。はい。多分そのゆっくり振ると、飛距離が出るっていうこともあって新型楽できるとは思うんですね。ただコンスタントに速い球を打つっていうんだったらまだ現行の方が今の時点では現行の方がやりやすいような感じがしてます。はい。で、
次にスピンなんですけれども、若干かけにくいかなと思いました。で、ストリング自体の影響ももちろんあるとは思いますが、それを差し引いてもちょっとね、予想よりは、引っかかり感抑えられてるなと思いました。今回ピッチが広がったというところで、少し弾道の上げやすさ、引っかかり感出てくるのかなと思ったんですが、なんか割と前作とそんなに変わんないぐらいだなと思いました。ピッチは広がってるんだけど、フレーム形状が、よりボックスらしくなって変形しやすくなって、その分がもしかしたら上がりにくさにつながってたりする部分ももしかしたらあるのかなと思ってたりします。どっちかっていうとピッチが広がったことによるメリットはそのスピンうんぬんっていうよりは、フィーリング的に食いつきやすくなってるっていうところなんじゃないかなとは思いましたね。なので、スピンに関しては、トータルで見ると現行と別に差はないというかプラマイゼロかなというような感じでした。そしてストロークなんですけれども、まず厚いグリップで、いつも通りね、こするようなスピンで打ってみたんですが、正直ちょっと合わないかなと。あんまりパワーが乗っていかない感じはしちゃいましたね。はい。で、逆にレベルスイング気味にフラットに当てるようにすると安定したショットが打てたなという感じでした。なので、薄いグリップで、ライジングで捉えて、で前に入っていくみたいな、そういう使い方すごくしやすかったですし、ちょっと後ろでね、スピンをかけたボールで粘っていくよりは割とオールドスクールじゃないですけれども、ストロークやりつつチャンスがあれば、しっかり前に出ていってボレーで決めるみたいな戦い方の方がこのラケットの良さは感じられたなと思います。後ろでしばき合うのは本当ね、きつかったです。普段一緒にやってるような人たちとやってもちょっと、押し切れない、なんなら押し込まれるっていう感覚があったんで、ちょっとね、これはカスタムしないと9位っていう点ではきついかなと思いました。で、ボレーなんですが、抜群に良かったです。はい。操作性はいいですし、スイートエリアも今回なんかすごく広く感じられた。多少外しても、ちょっと押してあげようかな、みたいな、なんか感覚的に、すぐアジャストできるような感じがしました。で、なおかつシャープに弾いてくれる。軽い力で飛んでくれるっていうところで、ボレーはもうとにかく楽でしたね。はい。で、ストリングの相性っていうのも、このボレーに関してはすごく良かったと思います。なので、このセッティングでプレイするんだったら、もうどんどんね、もうボレーに出ていこうかなという、そんな感じでした。で、現行も、別にボレーはしやすいと思うんですよね。なので、性能自体、ボレーの性能みたいな部分は、そんなには変わってないのかなと思うんですが、感覚的に新型の方が、許容範囲ですね。ちょっと外れたとか、なんか、ちょっと力が入らないところで打たされたっていう時にラケットがなんかちょっと助けてくれる、許してくれるみたいな気はします。はい。で、あとはどのくらい飛ばすとか、どういう角度で飛ばすとかっていうのが、インフォメーションが伝わってくるんで調整はしやすいんじゃないかなと思います。で、最後にサーブですね。基本的には楽にフラット系が打てるっていうのが特徴かなと思います。振り抜きもいい、操作性もいい。なので、力まず、無理せず、気持ちよく、スパンと、程よい速さのサーブが打てるかなと思います。ただ、球威とか、スピンとか、っていうところは、結構厳しかったですね。はい。なので、球威のあるサーブで押し込んで崩していくとか、スピン系で相手のタイミングをずらしたりとか、取りにくい位置まで弾ませたり、変化させたりとかっていうのは結構難しく感じました。あと、サーブ弾道が思ったより上がらなくて、もちろん技術とか慣れとかありますけれども、にしてもいつもの感覚でやるとネットしちゃって、難しいなと思いましたね。回転かけようとすると前に飛んでいかなかったり、引っかかりきらずに、弾道が下がってしまったりっていうのは多かったです。なので、ダブルスとかだと、ボレーがしやすいんで、サーブ&ボレーでね、前に詰めていきたいんだけど、サーブの球威とか、確率とか、そういった問題で、ボレーでの優位性、サーブからのボレーの優位性っていうのはあまり取れなかったのは、っていうようなところでしたね。はい。スピードにしろ、スピンにしろ、ポリに張り替えることによってちょっと良くなるんじゃないかなと予想はしているので、そこら辺はね、追加のインプレで確かめていきたいなと思っています。
はい、では今回実際に使ってみて感じた高評価な部分と低評価な部分、それぞれお話をしていきたいと思います。まず高評価な部分はこちらの3つですね。自然なフィーリング、軽めの手応え、癖がないというところですね。自然なフィーリングに関しては、断面形状が、いわゆるピュアなボックス系に近づいたことによって、いい意味での変形の仕方であったりとかで、そしてその情報がちゃんと手に伝わって、修正がしやすい、コントロールがしやすいみたいなのは増えたんじゃないかなと思います。もうとにかく癖はないと思いますね。はい。で次に軽めの手応えっていうところですね。ボックス系になると変形しやすくなるんで、ボールがどうしても飛びにくい、球威が出にくいっていうのはあったりするんですが、今回はセッティングもありますけれども、割と楽に飛ばせるっていうところ、インフォメーションはちゃんと伝わってくるんだけど、でも辛いラケットじゃないよっていうバランスはすごくいいんじゃないかなと思います。そして3つ目が、癖はないっていうところですね。打感も性能もボックスっつったらこんな感じだよねっていうところの着地点になっていると思います。面が100でフレームの厚さが 23mm で、はい、そしたらこんな感じで打てるよねっていうところに前作よりも近づいてるんじゃないかなと僕は思いましたので、あとはセッティングとかが、癖がないだけにセッティングとかがかなり影響するラケットなのかなとは思うんですけれども、いじりがいがあるんじゃないかなと思いましたね。で一方の、ここねちょっとどうなんていうところなんですけれども、この2つですね。高強度のラリーが辛いというところ、そしてデザインですね。はい、でまず高強度のラリーが辛いっていうところなんですが、やっぱりそのボールの球威、回転も含めた球威であったりとか、逆に相手が強いボール打ってきた時にそれを押し返す時のフレームの安定性とかっていうのは、もう一声かなと思います。ガシガシしばき合って、相手に打ち勝つ、できなくはないとは思うんですよね。できなくはないとは思うんですけど、あんまりラケットのその基本的な特性を踏まえると、今回のセッティングで言うと、ボレーでうまくさばいたりとか、配球で勝負する人の方が相性はいいのかなっていう気はしましたし、カスタムすれば、その相手の強いボールにも対応しやすくはなると思うので、購入された方は、ちょっとカスタムも視野に入れといた方がいいのかもしれないなと思いました。で次にデザインですね。もう本当にこれ好みの話にはなるんですけれども、僕はあんまり好きではないです。はい、ただ最初ねパッと見た時のあれこんな感じなんだっていうところよりは慣れてはきましたけれども、とはいえでも現行と比べると僕は現行の方が好きだなっていうところがあるので、低評価に入れさせていただきました。でオレンジとちょっと暗めの赤になってるんですけれども、意外とねちょっと暗めのインクワコートで見るとなんか割とそこの色境目見えないなっていう感じはしました。はい、なかなかねデザインどうなんだろうという感じなんですけれども、僕はまだ現行の方が好きかなっていうような感じでした。皆さんはどっちでしょうか。好きな人ももちろんいるとは思いますが、僕は低評価に入れさせていただきました。はい、ということで今回は新型の CX400 ツアーについてインプレをさせていただきました。フィーリング的にも性能的にももう本当にボックスらしい、いい意味でボックスらしい自然な仕上がりになってるんじゃないかなと思います。それだけにやっぱりストリングの影響とかカスタマイズのしがいのあるラケットなんだろうなと思いますので、そうですね、購入されてからいろんなのを試す楽しみっていうのもあるんじゃないかなと思います。で最終評価として今回4段階の、評価を設けました。購入、検討中リスト、様子見なし、この4つで、判定したいなと思うんですが、現時点では僕は様子見かなと思いますね。はい、で端的に言えば新型悪くはないんですけれども、でも現行で十分かなっていうような印象にまだとどまってます。はい、自然な使い心地にはなったと思いますし、そのボックスらしいっていうところを体現しているとは思います。しかもおそらくその CX200 よりは
アシストもあってっていうね、着地点になってるとは思いますし、フレームとしてのポテンシャルもあるんだろうとは思うんですけど、現時点では僕との相性はいまいちだなって思いますし、僕個人が今すぐこれを購入するかというと、それはないなと思います。多分買わないだろうなというような感じなんですけれども、はい。で、正直、ボディにして重さいじったり、グリップをちょっと変えてみたりとかしたら、もう少しこうラケットの持ってる良さっていうのは感じやすくなるかもしれないなとは思ってますが、現行もね、すごくいいラケットだったと思いますし、それが、セール価格になってるんだったら、それを買い足すっていうのも決して悪いチョイスではないなと思ってる部分もあるので、はい。強いて言うならね、現行は塗装が弱いっていう弱点はあるかなと思うんで、はい。新型の塗膜の強さがね、どのくらいこう変わってるのかっていうのも、継続的にね、はい、見ていきたいなとは思っております。また改めてね、追加のインプレもしますので、ぜひぜひチャンネル登録をしてお待ちいただければなと思います。今回のインプレッション、少しでも参考になったよという方はぜひ高評価ボタンを押していっていただけると嬉しいです。はい。では今回の動画は以上です。それでは。